うもどうも、花宮ネクです。今回もエンチャントファームをやっていくぞ。前回に引き続き、今回も勇者の墓標のボス友を倒していくぞ。なんか異常にボスが多いんだよな、ここ。巨人の洞窟はキャンセルさんしかいなかったのにね。てなわけで、お前はボスか、会話できる NPC か。墓に埋まってる誰かのチャンネルかい？まあ、そこまで言うなら放っておいてみようか。なんも起こらないの？じゃあやっぱほっとかないわ。なんだかすげえ怒らせてしまったな。やっぱりこの墓は死人が出たり入ったりしてるんやろな。で、なし崩し的にアルテマ、ニュークリアさん、ラジエートとの戦闘、どいつもこいつも名前が極大魔法っぽい感じ。ちょっと怖いっすね。っていうか、そもそも戦う必要もなさそうな相手なんだが、まあ触れるイベントは全部こなしたい派なんでね、しょうがないね。案の定の特大魔法3連打。まあノーマル技だったから抜群即死とかはしなくて一安心だね。さて、さすがにさっきのを連打されたらヤミッチが死んでしまうが、敵の次の行動は通常攻撃とフルブーストか。さすがに連打はしないよな。5ターンに1回ぐらい極大されるのかしら。イカサマで390ダメージ、ファイアさんで518ダメージ。いいダメージ出てるよ。アルテマさんは鋼タイプだからよく燃えるわ。なんか BGM が盛り上がってきた。じっくり聞いていこう。こういう曲好きですね。語彙力が全然ないとか言ってたらアルテマさん撃破。妹たちの尊厳守れず何も得ず、アルテマ敗北者。なんか流れでひでえ煽り方をしてしまったが、特に恨みもないので妹さんたちはさっさと成仏させてあげよう。マジでむやみにいい BGM だな。この曲のことも調べてみたんですけど、ハルダー、デストアセアラっていう曲名しかわからなかったんですよね。好きな BGM の作曲者がわからないのは切ないですな。でもまあこれ以上何かあるわけじゃないので BGM はそのままに早送りでお届けします。勝利。マジで戦う必要はなさそうな相手だったが、大量のソウルをもらえたのでよし。無言爆死。アルテマソードなる武器を落としてたな。どれどれ。シンプルに火力が高いのと武器攻撃が属性相性で軽減無効化されない。なるほど。ノーマルタイプだから抜群は取りづらいけど当倍は保証されてるわけか。別にいいかな。まあポイズンくんのクロスポイズンとかは技自体に毒属性が乗ってるけど、そういうのが軽減されなくなると思うと使いどころはありそうだな。毒属性、このゲームじゃ不遇だからな。ゴーストと鋼が多いばっかりに。またもやネームドキャラっぽいのを発見。マジでイベントが多いなここ。
なたはアンデッドナイトさん、もしくはアンデッドナイさん、あんただけは結構知ってるんですよ。それというのも、私は不思議の城のヘレンっていうゲームが大好きで、知らなかったけどでも VIP RPG だったんだね。そのゲームで結構印象深い活躍をしたんですよね。正直詳細なストーリーはさっぱり忘れてしまったものの、アンデッドナイトさんがかっこよかった、終盤のストーリーで大泣きしたっていうおぼろげな記憶だけは残っている。またやりたいな。ヘレン有料版が発売された時にお布施で買って積んどいたんだよな。動画でやろうかな。いい感じに記憶がないから新鮮にやれるだろうしな。とゲームの方に意識を戻しまして、アンデッドナイトさんはゴースト炎タイプ、シャンデラか何か。ゴースト相手だとクイックちゃんの攻撃もヤミッチの闇おぼろも無効なんでとてもつらい。あ、でも悪魔法シェードさんが抜群じゃんね。ウォーターちゃんはそれ頼むわ。やめろやめろ、ヤミッチを殴るのは被弾すると攻撃失敗する技があるんですよ。この子にはかわいそうだと思わないんですか。ブワッシェードさんで918ダメージ出てる。やっぱしかしそれでも HP25% 分しか削れないのか。最大 HP は4000弱ぐらいかな。タフだね。タフって言葉はアンデッドナイトさんのためにある。うわ痛い。大地ちゃんに悪属性はダブル抜群だからやめろ。今は何のモンスターの体を奪ってないんでデフォのエスパーゴーストなんすよね。まあライチちゃんは死ぬとバフをまき散らすから別に死んでもいいんですけど、ライチちゃんの命の価値が軽い。かわいそうなので蘇生させてあげよう。よし、アンデッドナイトさんはあとシェードさん一発で死ぬな。っていうか今更だけどアンデッドナイトさんの隣にいる死神さん、こっちもなんとなくビジュアルに見覚えがあるんだよな。気のせいかな。うわ、名犬アンデッドソー、特殊効果もついとる。アンデッドナイトさん暴れすぎです。成仏してくれや。あ、自分で起きた。面倒がなくて助かる。さて、だいたい行動パターンも見たし負ける要素もないのでいつもの早送り。勝利。アンデッドナイトさんはちょっと強かったけど、まあそれだけだったな。いつもの無言爆死。アンデッドソーをドロップしてたんで性能を拝見しよう。むむ、ターン終了時に中確率で蘇生。これは悪用できそうな、そうでもないような。何回死んでも復活するってのは魅力的だけど、このゲームにはメガンテやメガザルみたいな自爆技は今のところなさそうだし、死ぬとバフが解けちゃうんだよな。多分蘇生デッキはちょっと難しいのだ。あ、そういえばユニークモンスター討伐報告すっかり忘れてたな。水晶もらいに行くか。ああ、4匹の竜全員殺しましたね。呪いが引き起こした時空の歪み。呪いって便利な言葉だな。ああ、勇者を大爆発で仕留めたあいつのことか。あいつよく話に出てくるな。
おう、これでイングリッドさん関連の話は終わりか。よかったよかった。視聴者さんからコメントが来とる。なになに、勇者の墓標にまだイベントあるよ。マジで？イベントの油田だな、墓標。目についたボスどもは倒したと思うんだけど、他に何かあんのかな。あれ、イングリッドさん死んでる。めっちゃ冷静に追いはぎするやん。消えた。なんてこったよ。この島にいる人は不死だから復活するんじゃないの。なになに、冒険者は島の外から来たから呪われておらず、蘇生することもないのかも。そういうことかい。折れた刀を握りしめたまま死んでたのが痛ましいな。おう、もういない。寂しくなっちまったな、この力も。といったところで今回はこの辺でお疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。これは作ったけど使いどころがなさそうなゼルダの伝説ムジュラの仮面でお面屋が頭を抱えてるモーション。